はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。こんにちは、うねです。本日はスラッシュについてやっていこうと思います。前回西山選手がスラップ、セーフティー、叩きっていうのを説明したと思うんですけど、今回はうね選手にスラッシュちょっと説明してもらおうと思います。で、スラップとスラッシュって何が違うんだ。正直これっていう定義僕知りません。ですがなんとなくイメージとしてスラップはもう歩いてこの動きですね、この動きをして叩く、もしくはゴロを打って一塁に走って内野安打を狙う。スラッシュはこういう同じような動きをするんですけど、ライナーでレフト前に打つとかセンター前に打つとか、そのゴロを打つっていうよりもちょっとこうライナーで打つっていうのがスラッシュなんじゃないかなというふうに思ってます。で、うね選手ですね、普段は普通にガンガン打ってるんですけど、スラッシュすごい上手で、本当にこういうバットコントロールは日本で一番上手なんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ今日はそのうね選手のスラッシュを見てもらおうと思います。スラッシュなんですけど、自分は主に2番バッター、開きで2番バッターを打たせてもらってるんですけど、1番バッターが一塁に出たりした時にそのまま打つよりは内野を動かしたいので、例えば内野にこうやって叩いたら1個遅れるんですけど、やっぱ1、3塁を作るのは難しいので、叩くというよりもそのままレフトの方向にこういう形で落としてあわよくば1、3塁になるようにするのが、自分の中でのスラッシュと思っています。じゃあそんな、うね選手の、技を見てもらおうと思うので、ご覧ください。どうぞ。はい、ではこれから僕のスラッシュをフリーバッティングをしながら説明していきたいと思います。これはレフト前ですね。しっかりヘッドをあまり下げないようにして、自分の意識は平行で左手で掴み、ボールを掴みに行くようにします。あまりこう走りすぎちゃうとボールのストライクとボールの判断が難しいので、自分はしっかり左足で止まるイメージでやってます。ランナー一塁でいきます。これ落ちるくないですか。レフト線、これは落ちますね。 OK、 これは今綺麗にいきましたね。しっかりヘッドを立ててボールの下に入れるように意識してます。これ完璧ですね。やっぱバットと体が離れちゃうと、やっぱバット手が伸びきっちゃってボールに負けてしまうので、しっかり体の近くから通して最後までボールを見るように意識してます。ほい、完璧。これ1、3塁いけるんじゃないですか。左中間ぐらいに落とせたら1、3塁作れるので、いつもあれを狙ってます。完璧。狙ってるのはライン際か左中間に落とすのをランナー一塁の時とかは結構狙ってやってます。これが完璧。しっかり左足、もう左足ですね。10割大事なのは。これいい感じ。外だったら基本自分はボール球でも結構振りに行けます。転がせると思ったらいい感じ。インコースはもうファールになってもいいんで、絶対引っ張らずにもう無理やりでもあっちに持っていきます。自分ショート守ってるんですけど、やっぱノーアウト一塁で、例えば盗塁とかはだいたいショートがベースカバー、セカンドのベースカバー入るんですけど、ショートはやっぱり間に合わないと、盗塁に間に合わないとダメなので、若干やっぱノーアウト一塁ってなったらセカンドベース側寄りに守ることが基本なんですけど、やっぱりどうしてもそのノーアウト一塁で左バッタースラップ回るってなった時に、あそこに転がされるのが一番嫌なのは、自分もショート守って一番嫌なので、正直転がされるだけでも嫌ですね。正直速い打球きれいに打とうが、遅い打球でショートの三遊間に行こうが、それはもう結構ショートとしては嫌なので、ヒットの強い当たりを打てなくても遅い打球でも結構いいので、もう絶対こっち側に
打つように意識してます。もうこれぐらいでも正直もうヒットになります。ショートもこっち側に寄ってるので、これは完璧ですね。もう絶対1、3塁になりますね、ノーアウト。これもヒットですね。この1、2塁間だったり、ライト前ですね。自分がこっち側の方向に打つとき、スラッシュをするときっていうのは、ノーアウト2塁の時とか、ワンアウト2塁の時に前に来た時とか、例えばバントの構えしてフェイントで引っ張ったりするときに1、2塁間を抜いて、そのまま2塁ランナーが4つに来れたらいいなっていう設定でやってます、いつも。これは1、2塁間いけないかな。今のはこのライナーになったんですけど、自分はここの部分をピッチャーの方向に向けます。こう内側に入れるのもいいんですけど、自分はこれがやりやすいのでこれをやってるって感じですね。で打つ時にやっぱ引っ張りってなるとどうしてもこう体が開いちゃうと思うんですけど、自分も意識してなかったらなっちゃうんですけど、しっかり胸はピッチャーに見せないで、最後まで見せないでバットを出してきて、ここから当たったら返します。返すというか体を回します。これは抜けますね。このインコース寄りだったり真ん中の時はしっかり体を残してバットの芯でもいいと思います。芯気味で1、2塁間に強い打球を打つっていうイメージでやってます。これぐらいですね。今のだったらライト前に行くので、しっかり顔は残してヘッドだけ走らせるイメージで。これは今のは完璧ですね。しっかりインコースだったんですけど、インコースだからといってもう開くんじゃなくて、しっかり肩を残して最後までボールを見て手から先に行くイメージで自分はやってます。コメントの方で足がラインにかぶってたりつま先の方が出ても大丈夫なんですかっていうコメントがあったんですけど、基本はスラップの時もそうなんですけど、かかとの方が残ってたらルール上は OK なので、そこは全部が出たらダメなんですけど、片足の少しでもこういう感じで残ってたらルール上 OK なので、そこは大丈夫です。自分2番を打たせてもらってるんですけど、ノーアウト1塁の場面だったりそうなった時はやっぱ相手チームもスラップがあるって結構警戒してくるようになったので、外野手とかも結構前に来たりするんですね。だからその前に来た時にこの外野の頭もスラッシュで越えることはできるっていうのをちょっと今から動画でやっていきたいと思います。これなら多分越えます。結構外野が前にいる想定なので。おっしゃ、これは前進守備なら絶対越えます。これは完璧ですね。フェンスに2番なので、これ長打になって、しかもノーアウト1塁でも外野手が前に来ているので、もう1塁ランナーとかもホームに余裕で帰れると思うので、強く振るってよりも体を使ってボールのコンタクトのしっかりしていけば飛ぶので、そこを意識してやっていきます。ワンバンで今のワンバンで超えたんですけど、もうあれぐらいライナーで抜けれたら、今の入っちゃったんですけど、一塁ランナーが余裕で帰ってこれるぐらいな打球が打てれば OK です。打つ時にしっかり低めの体勢のまま足をついてスラップと思わせて、ここから体を手から出して体を回します。肩は開かないように意識した方がいいと思います。はい、いかがだったでしょうか。わしじゃ宇根選手のスラッシュ見てもらったんですけど、西山選手はセーフティーとスラップ合わせてもう9割以上で、宇根選手の場合はもう8割以上は普通にスイングをして逆方向に長打が打てたりするバッターなので、その1割2割スラッシュっていう動きをするだけで、普通のスラッパーよりもレフトの前落ちるゾーンが広いんですね。
スラッパーだとどうしてもレフトが前に詰めてくるんですけど、基本普通に打って逆方向にも飛ぶので、外野が定位置にいるので、多少こう打ち損じスラッシュで打ち損じたのも結構あそこに落ちるので、その足の速さで勝負するというよりはここの技術で勝負するバッティングなので、その足の速い選手じゃなくてもできるっていうことがこのスラッシュの大きなメリットだと思います。はい、いかがでしたか。今日はスラッシュをやったんですけど、普段自分は、8割は振って塁に出たり長打打ったりするんですけど、ランナーがノーアウト1塁の時とか、やっぱノーアウト2塁の時とかはやっぱり進めながらやっていきたいので、自分もその中で生きるっていうのでスラッシュを、2割ぐらいの確率でやってます。例えばノーアウト1塁の時にショートの横、三遊間ですねに打ったり、レフトの前に落としたりっていうのバリエーションはいっぱいあるので、左打者なら長打も打ててスラップもできたらバッティングの幅も広がると思うので、ぜひ試してみてください。では皆さん、最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあバイバイ。バイバイ。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。Let's enjoy softball!